ガンダム F91 は1991年公開の劇場版アニメ「機動戦士ガンダム F91」に登場する地球連邦軍のモビルスーツです。作中では民間人出身の少年シーブック・アノーが本機を託され、新興勢力クロスボーンヴァンガードと戦いを繰り広げました。現在では漫画「機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラ」や「機動戦士ガンダム F90 クラッサー」「機動戦士ガンダム F91 プリクエル」といった作品の展開により様々な設定が保管されています。今回はそんな F91 について解説させていただきます。宇宙世紀王湾天台。この時代のモビルスーツはかつての RX78 ガンダムが頭頂高 18.0 メートルだったのに対し、ニューガンダムが 22.0 メートル、クシーガンダムが 26.0 メートルと大型になるにつれ、高コスト化という深刻な問題を抱えていました。この状況を打破すべく、地球連邦軍は次期主力モビルスーツ開発計画アドバンスタクティカルモビルスーツを推進。この時コンペが行われ、アナハイムエレクトロニクスは MSA0120 を提出。それに対し海軍戦略研究所通称サナリーはモビルスーツの小型高性能化を目指すフォーミュラ計画を推進し、ガンダム F90 を提出しました。結果としてコンペに勝利した F90 は様々な戦況に対応するためのミッションパックと呼ばれる換装システムをテストすることで、小型モビルスーツの運用データを徹底的に収集します。こうしてF90 シリーズで得られた膨大なノウハウをもとに計画の集大成として開発されたのがガンダム F91 となります。映画では O123 を舞台として活躍した F91 ですが、驚くべきことに F91 のハードウェア、つまり機体そのものは劇場版の時代から7年も前の O160 にはすでに完成し、 O121 には実戦を含む運用テストが行われていました。しかしF91 はそのポテンシャルを最大限に引き出すための革新的なシステムであるバイオコンピュータの調整に深刻な問題を抱えていました。このシステムはパイロットの思考を読み取り操縦を補助するという画期的なものでしたが、あまりに繊細すぎたためテストパイロットの精神に大きな負担をかけ、事故が多発。誰にも乗りこなすことができなかったのです。開発が難航し計画が暗礁に乗り上げる中、競合のアナハイムエレクトロニクスが F91 の開発データを不正に入手し、それを元にした RX99 ネオガンダムを完成させました。ネオガンダムは一部の性能は F91 を上回っており、このままでは地球連邦軍による F91 の正式採用が見送られ、次期主力モビルスーツの座を再びアナハイムエレクトロニクス社に奪われかねないという極めて深刻な状況に陥っていました。そのため開発責任者であるモニカ・アノーはバイオコンピュータにリミッターを搭載するという苦渋の決断を行い、 F91 は安定稼働に成功したのでした。こうして完成した F91 は開発過程で複数の試作機が確認されており、複数の媒体で登場しています。まず F91 ロールアウト仕様についてです。こちらはホビージャパン1993年3月号の特集機動戦士ガンダムフォーミュラ UC0093 to O123 に登場した機体です。 O160 にロールアウトした後、飛行試験では予想以上の数値を出したものの、バイオコンピュータの調整がうまくいかず試験項目をこなせなかったという設定です。次にゲーム機動戦士ガンダム F91 フォーミュラー戦記 O122 ではガンダム F91 疑似人格型 AI 仕様が登場しました。こちらはテストパイロットのベルフスクレット少尉が登場し、ウォールズモビルのシャルル艦隊やクロスボーンヴァンガード部隊と戦闘を繰り広げています。ゲーム発売当時本機に細かな設定はありませんでしたが、現在ではガンダムエースの企画月間モビルマシーンにおいて設定が保管されました。本機は劇場版の F91 と同じスペックですが、バイオコンピュータの代わりに F93 号機に搭載されていた疑似人格 AI タイプカミーユビ弾が搭載されています。本機はゲームの最後でバイオコンピュータを搭載するべくフロンティア1に運び込まれており、フロンティア1は映画でシーブックが F91 に登場する場所なので、これがシーブック機だと考えられそうですが、月間モビルマシーンでは根拠はないとされています。次に
劇場版 F91 の前日譚となる漫画「機動戦士ガンダム F91 プリクエル」では3期の F91 が登場しました。後にガンプラが発売された際にはガンダム F91 バイタルと呼ばれています。当初1号機と2号機はバイオコンピュータが安定せず操縦もまともにできませんでした。やむなくバイオコンピュータにリミッターをかけることで安定しましたが、ネオガンダムとの競合試験実施中にクロスボーンヴァンガードの攻撃を受け、2機ともクロスボーンヴァンガードに鹵獲されました。3号機は稼働すらできずサナリーの倉庫に保管されており、バイオコンピュータの調整が行われています。プリクエルではこれら3機しか登場していないことから、プリクエルの後を描いた展開中の漫画「機動戦士ガンダム F91 エターナルウィンド」では3号機がシーブックの機体として最終調整が行われると思われます。これらのように媒体によって様々なプロトタイプが登場する F91 は最終的にバイオコンピュータの調整が完了し、映画版の機体として完成しました。F91 は頭頂高 15.2 メートルという小型化されたボディでありながら、かつてのガンダムタイプを凌駕する性能を誇ります。その性能を支える根幹が小型でありながら驚異的な出力を誇る新型のミノフスキー・イオネスコ型熱核反応炉とマルチプレコンストラクションアーマー、すなわち MCA 構造の採用にあります。従来のジェネレーターは基本的に本体に内蔵されていましたが、 F91 はMCA 構造を採用することでジェネレーターを背部に突き出した形で外付けにすることに成功しました。 MCA 構造はかつてのサイコフレーム技術の応用により構造材にコンピューターチップ以外の電子回路も移込む技術とされています。これにより F91 は小型モビルスーツでありながら高い機体強度と軽量化を実現し、既存のモビルスーツを超える高い機動性を獲得することに成功しています。本機のサイコフレームに関しては、まず映画公開当時に発売された書籍「機動戦士ガンダム F91 オフィシャルエディション」において、サイコフレームがコックピット周辺部に官能波の酒造服機として採用されているということが記載されていました。しかし映画内ではサイコフレームについて触れられておらず、さらに後年にはガンダムユニコーンが製作され、サイコフレームは封印されるべき禁忌の技術のように扱われているので、本作の時代のサイコフレームの扱いはどのように考えればいいのか分かりづらいところがありました。漫画 F90 ファステストフォーミュラでは宇宙世紀0116時点でもサイコフレームは禁忌とされていますが、サイコフレームが存在することを示唆する描写がいくつか存在します。また月刊モビルマシーンでは木星船団からサナリーに譲渡されたものとされています。一方で漫画プリクエルでは3機の F91 の MCA 内に搭載されており、バイオコンピュータにパイロットの思考を伝達する手段として扱われており、連邦の高官から強度に問題がないなら好きに使えばいいと言われています。これらのことからサイコフレームが表向きは禁忌とされているのは変わらないものの、アクシズショックから20年以上の時を経てその危険性を知る者が少なくなったということなのかもしれません。装甲材にはガンダリウム合金セラミック複合材が採用されています。従来のガンダムに採用されていたガンダリウム合金の最新のものだと思われますが、詳細設定は特にありません。また本機の装甲材には F90 と同じマイクロハニカム技術も採用されています。これは簡単に言うと、構造材内部にミノフスキー粒子を生かしたマイクロサイズのハニカム型バリアを貼るようなものとなります。これにより F91 は小型モビルスーツでありながら従来以上の走行強度を持ち、圧倒的な軽量化による高機動化を実現しました。F91 を代表する機能であるバイオコンピュータはパイロットの思考を読み取って機体の挙動を最適化し、膨大な戦闘情報を整理して思考イメージとしてパイロットにフィードバックします。劇中でシーブックが敵のビームシールドに対して有効な武器を考えた際、瞬時にベスバーを判断するシーンがありますが、これはバイオコンピュータが出した回答と考えられそうです。かつてのサイコミはパイロットの意思に呼応して機体が動くシステムでしたが、バイオコンピュータはそれに加えて機体側が得た情報をパイロットに伝えられる双方向のシステムとなっています。漫画プリクエルでは生態工学の権威だったシーブックの母モニカーノーがもともと障害者補助のインターフェースとして研究していたところ、軍事転用されたということが明かされていました。
ちなみに、小説版ガンダム F91 によると、バイオコンピュータを使えば、操縦する必要はないものの、モニカなマニュアル作動を優先するようにシステムを組んでいると語られています。そのため、バイオコンピュータを調整すれば、F91 はラフレシアのように手足を使わず脳波だけで動かすこともできるようです。また、F91 は限界性能が高すぎる機体のため、バイオコンピュータはパイロットの負荷を分析し、機体の稼働率を調整するリミッターの役割も担っています。そのため、リニアシートに搭載されたバイオセンサーを仲介して、バイオコンピュータがパイロットの負荷状況を判断するようになっています。なお、ゼータガンダムに搭載されているバイオセンサーと名称は同じですが、同一のものかは不明です。劇中終盤では、シーブックがバイオセンサーと自分のバイオリズムが合っていることを感じ取る様子が描かれています。そんな F91 は、バイオセンサーでリミッターを解除した最大稼働モードへ移行すると、圧倒的な性能を発揮します。しかし、その反面、最大稼働時は、機体表面が高熱になるという欠点を持つため、機体を冷却するべく、頭部フェースカバーや剣部の放熱フィンが展開。さらに、金属剥離効果、メタルピールオフエフェクトが発生します。これは、装甲表面の粒子を剥離させて、機体を強制冷却するというもので、この金属片が、質量を持った残像として見えるという仕組みです。肉眼で残像として見える上に、残像自体が金属片の塊なので、レーダーも撹乱します。劇中では、ラフレシア戦で、この現象が発生し、鉄仮面は F91 を捉えきれなくなっていました。漫画プリクエルでは、2号機のパイロットであるレニチューイが死の危機に直面した際、レニの意識に呼応して最大稼働モードが発動しましたが、その後、仲間を殺されたことへの怒りに敏感に反応しすぎた結果、バイオコンピュータが未完成だったからなのか、またはレニのバイオリズムに同調しきれていなかったからなのかわかりませんが、レニの意識が飛ぶほどの出力で暴走してしまいました。なお、フェイスオープンの機構は F91 バイタルなどの開発中の段階では搭載されておらず、テスト中の暴走や機能停止を受けて追加されたものとされています。また、最大稼働モードは諸刃の剣となっており、突出した性能を発揮する分、MEP 発生後は機体がほぼ動かなくなるようで、劇場版やプリクエルでは稼働停止状態に陥る様子が描かれています。このように限界性能の高い F91 には武装も高性能なものが搭載されています。まず最も特徴的な兵装が背部に2門装備されたバリアブルスピードビームライフル、通称ベスバーです。これは日本語に訳すと可変速ビームライフルという意味で、その名の通りビームの速度を変化させることができます。高速で打ち出せば戦艦すら貫く強力なビームとなり、低速で威力を重視したビームにもなります。ジェネレーター直結式なので、ベスバーのトリガーを引いて打ち出すだけではなく、グリップを持たずに背面の敵に打ち出すことも可能です。なお、取り外しても数発は発射できるようになっています。頭部には一般的な2門のバルカン砲を搭載。また、胸部には2門のメガマシンキャノンを搭載しています。ビームライフルは出力の調整が可能なので、一般的なビームとビームマシンガンのような速射を使い分けることが可能です。また、最終戦ではビームランチャーも登場しました。バズーカのような形状をしており、ビームライフルよりも高出力の兵装とされています。劇中ではビミナギナとの合流時に持っていなかったのに、次のラフレシアと遭遇した際には突然装備していた謎の兵装ですが、これがラフレシア撃破の決め手となりました。ビームサーベルは左腰に2本収納されています。ビームを細く絞るようにしたことで、従来よりもエネルギー消費を抑えつつ、高出力のビームを発生させることができるようになったので、手首を高速回転させて防御壁として使用することができるようになりました。防御兵装としては、左腕にビームシールドを設置しています。これは、ビームの粒子を膜のように展開して、敵の攻撃を防ぐもので、従来の実体式シールドのようなデッドウェイトに直結する武装を携行する必要がなくなったため、さらなる機動性の向上にもつながりました。この技術は、後年の機体の標準装備となっていきます。仕組み上は、面積を増やしたビームサーベルと同じなので、劇中では、
ビームシールドの形成方向を絞ってビームサーベルのような形状にしてバグを切り裂く様子も見られます。また、右腰に予備のデバイスを収納しています。F91 のビームシールドは、ジェネレーター直結式ではなく、内部に大容量コンデンサを搭載しているため、発信機単体でもシールドを展開できるようになっています。そのため、ビームを発生させた発信機自体を敵に投げつけて攻撃する姿も見られました。劇場版機動戦士ガンダム F91 では、フロンティア4に突如として謎の軍隊クロスボーンヴァンガードが侵攻してきます。平和な日常は一瞬にして戦場と化し、主人公のシーブック・アノーは妹や友人たちと共に戦火からの避難を余儀なくされます。その避難の最中、シーブックたちは連邦軍の練習艦スペースアークに保護され、そこで見た機体が F91 でした。F91 は起動のできない状態でしたが、偶然にもシーブックの母親であるモニカがバイオコンピュータの開発者だと判明し、さらにシーブックの妹のリーズがバイオコンピュータの配線方法は母から教えられていたあやとりの型と同じだと気づいたので、F91 は無事に起動。シーブックは母親の作ったコンピュータなので相性がいいはずと判断され、モビルスーツ操縦経験があるということもあってパイロットに任命されました。最初は慣れない操縦に戸惑うシーブックでしたが、バイオコンピュータのサポートと彼自身のニュータイプとしての素養も相まって驚異的な速さで F91 に適応していきます。そしてクロスボーンヴァンガードのモビルスーツを次々と撃破し戦果を上げていきました。そんな中、鉄仮面ことカロッゾロナは人類出生計画ラフレシアプロジェクトを実行し、人間だけを殺す兵器バグを投入。シーブックたちはバグを破壊していきますが、キリがなく鉄仮面を止めるべく巨大モビルアーマーラフレシアとの戦いを挑みます。ラフレシアの圧倒的な性能の前に絶体絶命の窮地に立たされるシーブックでしたが、 F91 はシーブックに応えるかのようにリミッターを解除し、フェースオープンして最大稼働モードへと移行。そして質量を持った残像を発生させてラフレシアを撹乱し、激闘に終止符を打ちました。また戦闘後は自身の感知能力とバイオセンサーを用いて宇宙空間に放り出されたセシリーを見つけ出しています。このように限界性能の高い機体として完成したガンダム F91 には装備バリエーションが存在します。まずバックキャノン装備型です。これは F91 モビルスーツバリエーションに登場した機体で、別名ガンダム F91 パワードウェポンタイプとも呼ばれます。ベスバーが予定通りの性能を発揮できなかった場合を想定して考案された補助的装備なので、ベスバーの代わりに4面ビームガトリングガンと2門のミサイルランチャーを装備します。また剣部の放熱フィンを強化型ショルダーフィンに換装して機動力の向上が図られています。ビームガトリングはベスバーほどの威力はありませんが、拡散させて面制圧することが期待される兵装です。次にツインベスバー装着型です。こちらも F91 モビルスーツバリエーションに登場した機体となります。バックパックを換装したことでベスバーが合計4機搭載されています。大出力の分ジェネレーターも改良した結果、余剰エネルギーもできたようで、ビームシールドが右腕にも追加されています。またトレーディングカードゲームガンダムトライエイジではオリジナル機体ガンダム F91WR が登場しました。こちらは新開発のグローアップユニットを組み込んだ総合重装仕様とされています。両手両足に小型のベスバーと大型ビームシールドを搭載し、剣部にはベスバー、剣、ビームサーベルとなるベスバーサーベルを搭載しています。重武装化により元の F91 より機体サイズが大型になりましたが、これはモビルスーツ小型化を良しとしない一部の連邦高官の意向という設定が付与されています。F91 は限界性能が高く、バイオコンピュータによってパイロットにかかわらず性能を引き出すことができるはずの機体として開発されましたが、実際はニュータイプでなければ性能を引き出すことが難しく、性能を引き出しても稼働不能のリスクがあるため、あまり量産向きの機体ではないように思われます。しかし最大稼働モードを除けば基本スペックが高い機体だったことから、10年後を描いた漫画機動戦士クロスボーンガンダムでは量産型ガンダム F91 が登場しました。本機はバイオコンピュータと最大稼働モードがオミットされていて MEPE も発生しませんが、
基礎性能の高さのおかげで強力な機体となっています。また、こちらでは、量産型 F91 部隊の指揮官機であるハリソン・マディン専用機も登場しました。本機は、試作機のヒートシンクやバイオコンピュータを改良した機体で、MEP を起こさずに最大稼働が可能です。作中では、シーブック、改めキンケドゥナウのクロスボーンガンダム X1 と激闘を繰り広げており、キンケドゥが、ビームシールド2枚重ねに加えて、ビームザンバーという3段構えで、なんとかベスバーを防いでいることから、ベスバーがいかに強力なビーム兵器なのかがわかるのではないでしょうか。余談ですが、F91 の正式名称にはガンダムがついておらず、映画内では、スペースアークのレアリー艦長代行から、顔が似ているという理由で、ガンダム F91 と呼ばれるようになった機体です。漫画、ガンダム F90 ファステストフォーミュラでは、開発スタッフのジョブ・ジョンがガンダム神話を信仰する人物だったからか、F90 は当初からガンダムタイプとして開発が進められていました。しかし、サナリーとしては、ライバルであるアナハイムエレクトロニクスとの確執から、自社製品の名称にガンダムと銘打つわけにはいかなかったようです。そのため、後の F97 クロスボーンガンダムですら、サナリー的にはガンダムとしておらず、正式にガンダムという名を冠した機体が登場するのは、サナリーとアナハイムエレクトロニクス両方が関わったビクトリーガンダムとされています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。